どうも、マスターミラーです。解説動画も、随分と長いことやっている気がします。まだ3回目？次回は4回目。レイク！そいつはマスターミラーではない！キャンベル、今頃気づいても遅い。マスターミラーの遺体が彼の自宅で発見された。死後3日経ってる。マスターとの無線がオフにされていたのでわからなかった。メイリンによると発信源はその基地内だ。お前が話していたのは俺だ、兄弟。マスター、どうして？アラスカの環境、動植物のことなどに詳しいつもりだ。周波数は 141.80 だ。先ほど殺害されましたが、解説を続けます。グライダーを手に入れましたので、タワービルに戻りたいところですが、寄り道をします。終盤のための下ごしらえとして、B サンレーション、ブローチ、ヒアを入手しに4階に移動します。ここだけは敵兵の視界が外れるまで待機する必要があります。エレベータ手前で物音を立てて敵兵を引きつけます。あとは4階の人形エリアまで前回と全く同じ動きをします。加速。まもなく運営エリアです。今回は赤黄緑のどれでしょうか。危ない、黄色でした。兵士の場所に応じて次の部屋の兵士配置も異なりますので注意しましょう。続いて冷凍庫に向かいます。冷凍庫はカード1で開きます。いいサンレーションを入手します。回復用途では使用しませんが、入手場所が限られているレーションです。同時にブローチが寒さで変形するのを待ちます。なんとブローチは形状記憶合金でした。この要素は MGS1 にも踏襲されています。そうです。 Permissive Action Link。 いいです。形状記憶合金だとはお粗末な話だった。都合のいい位置にあるエレベーターを再度使用し、ダイヤモンドクレバス南まで移動します。特に特筆すべきこともないので加速。同じ箇所を何度も通っていますが、 B サンレーション、ブローチ、火や鍵、そして地雷が回収できるルートです。グスタバと一緒の時は往復ができませんでしたが、なぜか1人の時はできるようになっています。クレバス南に到着しました。同じトラックから地雷を回収します。30発になるはずです。これから余すことなく使用しますので、足りない場合はそこら辺の埋まってるやつを回収。タワービルに入った時の攻撃の当てにくさについて注意しながら中央エレベーターへ向かいます。繰り返しになりますが、個人的には本作の BGM 結構気に入っています。 RTA をやる手前何十回何百回と繰り返しますが、 BGM で不機嫌になることはほとんどなかったです。ただ一度発見された場合、移動先でも見つかって毎回一瞬止まるので、そっちの方がストレスでした。今更ですが MSX 版ではエレベーターのボタンを横からはたけないそうです。楽しいな。再び20階まで休憩時間です。加速。ちょっと待って。どうして等速のままなんですか？すんなり20階に上がれるわけもなくボス戦です。地雷の下ごしらえをします。画面上に設置可能な台数は16発ですので最大数設置します。準備完了です。 MSX 版の場合、地雷を同じ場所に設置できないため、復刻版に比べ難易度が跳ね上がります。最速で敵を倒すと決めたら、その時すでに行動は終わっているんだ。ということで、あとは敵が振り抜いた分だけ新たに設置してという戦術になります。注意点として爆発に巻き込まれないよう地雷を7発残しておくことです。最後の1発はグレネードで補います。グレネードは中盤まで比較的余裕があります。なお全体的にスローになっているので衝撃によるものです。発しました。うわー、疲れた。うわー、生きてる。エレベータの落下衝撃で無傷なのは謎ですが、代替手段の北エレベータに移動します。
復刻版は敵兵が南エレベータから迫る形ですが、 MSX 版は北エレベータから向かってきます。難易度の変更にしながら北エレベータで10階を目指します。このエレベータは10階で止まるため、高速移動はないです。多数ある装備品をほとんど回収しないでこの移動量ですので、通常プレイは数倍の時間がかかります。10階では爆弾で壁を破壊しますが、子供を巻き込むとダメージを受けます。注意。赤外線もタイミングを合わせて避けてください。ここから強制発見1回目です。20階に登りきるまで危険フェーズが解除されない状態になります。ジャングルイーグル戦に向けて銃弾に当たらないことを祈りつつ進みます。クロックアップ。クロックアップしたライダーボール人間をはるかに超えるスピードで活動することができる。途中の引っかからない落とし穴を含め特にあげなくなるシーンもないので補足しました。ちなみに MSX 版では敵兵の出現が早いため、トラップ解除中に接触ダメージを受けたりする模様に。ようやく終わりが見えてきました。4倍速でこの時間ですので RTA 中は結構虚無感があります。ワイヤートラップの音と壁殴りの音で敵を引きつけ、滑空ポイントへ向かいます。ここは床の足音で敵兵が勝手に近づいてくるので、横で待機し通り過ぎた後に奥へ行きます。タバコを装備し、一度ピコーンとダメージを受ける音がしたら装備をグライダーに切り替え滑空します。なおタバコを装備しないと決して下の風抜きになりませんので注意してください。また条件を満たさないとそもそも滑空できませんので落ち着いてください。空を自由に飛びたいな。ダメです。こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんな叶えてくれる、不思議なバカで叶えてくれる、空を自由に飛びたいな。落ちろ子供。落ちたな。ほどほどに長い休憩時間が終わりましたので高草地帯へ向かいます。装備をカード7とグレネードに変更しておきましょう。続いてのボス、ジャングルイーグル戦です。タイム狙いの時はお祈りになります。最近のカタカナ英語ではイービルのようですが、当時はイーブルというカタカナ英語になっているようです。基本的な戦術ですが、最初のマップから移動せずに現れた場所にグレネードを投げる形になります。左手のポンプが周辺に現れる場合は一本的に攻撃できますが、運が悪いと身を乗り出す必要があるため、先ほどの階段チェイスでできるだけダメージを受けないようにする必要があったんですね。運が悪いと別のマップに移動しますが、その場合すぐ戻ってくるので追いかけないようにしましょう。MSX 版だと左下で反復金ができるようですが、現地コレクション版では再現ができませんでした。体力のなく距離が離れている場合、動画のように対空ミサイルでもダメージを与えられます。外したらどうすんの？ハインドリー戦でミスがなかった場合2発残っているはずですので活用してください。で、発しました。させやってよ。
入手したカードキーを使用してバイオラボに向かいます。バイオラボ入り口の兵士は出てくる時に接触する可能性をなくすため排除します。なお柵の限界まで近づくとハンドガンが柵をすり抜ける仕様がありますので活用しましょう。動画ではできていない上に余分に見つかりましたが、気にするな。左の扉へ行き卵を入手します。残念ながら食べることはできません。なんでおめえその顔はなんでその顔は。バイオラボの監視カメラはかいくぐるのが難しいため非発見回数の猶予はここで使うのがベターです。しかしザンジバービル4階人形エリア最悪の組み合わせだった場合猶予がなくなる可能性があります。ここで非発見回数が6回になってしまった場合試合終了だよ。それはメタルギア1と同様強制発見でも非発見回数にカウントされるためです。先ほどの階段チェイスに加えもう一度強制発見される場面があります。続いて最終エリアである収容所へ向かいます。道中の敵兵赤外線を避けつつ進みます。右側のトラックで2つ目の B1 レーショングレネードを入手しておきます。タイミングによって赤外線の周期が変わりますので危ない場合は隅っこを通るようにしてください。収容所手前のエリアも同様です。周期によってはトラックの右側を迂回します。今回はここまでです。次回で終わる予定です。それだけか。